皆さんこんにちは。こんにちは。スプロケットで作る珍兵器第33回目。今回もリクエスト戦車を作っていこうと思います。みんなリクエストありがとな。てか最近リクエストネタばっかやん。完全にネタ。それで今回はどんなリクエストいただいたん？ちょっと前に公開した動画でワールドオブタンクスに出てくる5式重戦車作ってほしいってコメントいただいて、重戦車。写真で紹介するとこんな感じね。カクカクした感じの戦車やな。今までの戦車に比べると作りやすそうや。そう思うよね。私も今回は楽に作れそうだなと思ったのですが、違いました。何があった？では今回は車体の塗装を緑色にして作っていきましょう。まず最初に問題になったのは、車体のサイズが全くわからないという点。全体的なサイズ感がわからんのは困るやん。ワールドオブタンクスのウィキページによると、戦車に搭載されている主砲が、戦艦伊勢などの副砲に搭載されていた、50口径3連式14センチ砲と記載されており、その写真とこの画像と縮尺を合わせてサイズを導き出しました。めっちゃ大変やん。その結果、全長は約 11.13 メートル、幅は約 4.6 メートルという数値になりました。11メートルもあるんかこれ。後ろの画面で見るとこんな感じですね。待てこれおかしいやろ。こんなサイズの戦車ないで。今回作るのは重戦車ですから。いやいや。さすがの私も不安感しかないのですが、何度計算してもそうなったのでこのまま作っていきます。足回りをよく見ると5式重戦車は千鳥足天輪になっています。ただ、サイズ感を合わせると、またも大変なことになります。明らかに多すぎやな。これでは見た目が悪すぎるので普通の並びに変更し、サイズも大きめにしておきました。そして計算し忘れた離体の幅。どうするん？確かドイツの E100 という重量150トンの戦車は1メートルの離体幅になっていたので、同じにしました。5式重戦車はどのくらいの重さあるん？ 150トンだよ。150ってもうぶっ飛んどるやん。男の子は大きくて重いの好きだからね。それでも異常やん。次にフリーフォームで車体幅を測りつつ、離体の位置を決めていきます。確か4メートル60センチやったな。実際はサイドスカートや間隔もあるので少し小さめに作ります。ここでサイズ感にすると後々大変なことになるからな。だいたいこんな感じでいいはずです。あとは車体本体サイズに戻しておきましょう。こう見ると本体部分はほっそりしとるんやな。フェンダーを仮搭載して次に車体を触っていきます。前面はよく見かける普通の形をしています。作り方は慣れたもんやな。次は砲塔の下部分の構造です。あれ、これ何しとるん？これまでは車体をいじくり回して作っていたのですが、今回から砲塔パーツを組み合わせる形で作っていこうと思います。砲塔を車体パーツに見立てて別々に分けて作るってことやな。そうなりますね。利点としては、個々に設計することができるので編集しやすいことですね。あとは構造の位置調整が別々にできるので、作り直しも楽です。画面では角をカットして八角形に整えています。前の部分が微妙に傾斜していたのでそのように作り直して、この角の部分も同じように形を合わせていきます。よう見ると台形というか、ちょっと歪な形しとるんやな。この傾斜を発見できず、形を作ることができなかったため1時間くらいロスしています。時間かかりすぎやろ。はい、こんな感じですね。次は砲塔やな。5式重戦車の砲塔は分かりやすい形をしているので作りやすいです。ニュットを大きく。横幅もニュットを大きく。先っちょ部分を触って大きくします。砲塔もかなり大きいな。これはサイズ感がわからないので感覚で作っています。いじくり回して今はこの形にしておきましょう。それっぽい形になっとるで。次に全体的なサイズ感を見るため方針を搭載します。50口径3連式14センチ砲は砲身長7メートルになるのですが、ゲームではサイズ感を合わせるため5メートル78センチにします。かっこいい言い方をすると41口径14センチ砲ですね。砲身の太さもぶっとくしとるな。ゲームの砲身もかなり太いからね。出来上がったら搭載しましょう。おお、戦車っぽくなってきたで。細かい位置を調整したら次に進みますよ。ゆるふわ軍事チャンネル。それでは今回最も難しかったフェンダーとサイドスカートを作っていきます。ちょ後ろ変なことなっとるで。今浮いている部分はすべて車体とは異なる砲塔パーツで作っているので、このようなことができます。設計が楽言ってたのはそういうことか。ちなみに、砲塔が完全に浮いた状態でも普通に出撃できますよ。画面上では見た目よくくっついているように見えとるだけってことやな。そういうことです。はい、後ろで作っているのはフェンダーとサイドスカートのセットですが、これももちろん砲塔パーツを利用して作っています。
今回3つ目やで。最終的に9つまで増えますよ。右側にも同じものを作っておきましょう。前には標準のフェンダーを搭載します。片側だけ作る場合はミラーオプションを必ず切ります。今回はエッジモードでフェンダーを縦に分割。できた頂点を左に移動。フェースで面を選択。エクステンドで面を出して、出た面を選択して下に下げれば伸ばすことができます。おお、いつの間にかできとるな。これを反対側にも行いますよ。そして先っちょ部分にある謎の食い込みを作ります。左側は撮影を忘れて録画できていませんでした。何してんねん。右側は録画できたのですが、触っているうちに崩壊しました。無理やり修正して次に進みましょう。後ろ側はこんな感じになっています。そして走行板同士のつなぎ目の部分です。隙間が空いとるんやな。増加の走行板をつけた感じになっているみたいですね。ここまで来たらこれも作ります。エッジでサイドスカートを縦に分割。さらにもう1回。頂点を揃えて、フェースで選択してデリートキー。綺麗に整えて、頂点を選択して面を作りましょう。これめっちゃ大変やん。上手に作れたらガッツンコしましょう。包丁パーツで作ると離したりくっつけたりできて便利やな。右側も同じように作ろうとしましたが、全体が崩壊したので最初から全部作り直しました。そして映像が残っていない。だから何してんねん。同じように隙間を作って、先っちょの割れ目もちゃんと作れました。車体の色もちょっと変更しましたよ。深緑色やな。では車体を仕上げていきましょう。フェンダーについている出っ張りを作ります。これは下地を用意して、それに貼り付けた走行板を滑り込ませます。同じ角度で大量に入れたい場合は便利やな。ポイ、ポイ、ポイと完成です。そして車体後ろの構造ですね。動力周りの装飾やな。この3つも似た装飾が存在していなかったので、高等パーツで自作します。もう自作だらけやん。時間かかるはずや。こんな感じで位置を整えて、ぺったんこにします。その以降は何や。こっちもぺったんこ。丸みを帯びた形状になっていたので、角をカット。スムースアングルの角度を強めて、角を倒せば丸っこくなります。おお、画像みたいになったで。これを3つ作ればこの部分は完成ですね。それではサクッと仕上げていきます。正面にドライバー用の覗き窓。その隣に機関砲と機銃。車体前面に走行板を自作。砲塔上部に照準と考えられる装備をつけて、キューポラを2つ組み合わせて、細かいパーツをつければこの部分は完成です。これめっちゃ多いな。もちろんマフラーも似たものがなかったので、すべて自作しました。今回めっちゃ力入れるやん。実はこのチャンネルで日本の兵器を出すのは初めてなんだよね。そういえばなかった気するな。一応、概念図レベルの計画があった戦車のようですが、せっかく作るなら、丁寧に似た戦車作りたいなと思って、えらいやん、見直したで。ここを作ればこの部分は完成です。それではリベットを打ち込んでいきましょう。これは簡単なのでサクッと終わらせました。このくらいならうちでもできそうやで。そして大量についている足場。これもすべて手作業で乗せていきましたよ。日本の戦車といえば何なのか。なんや、流れ変わったで。日本といえば馬車ですよね。こんなこともできるんか。ちょっと前のバージョンアップからできるようになりました。あかねちゃんも入れましょう。うちや。反対側の広大なスペースはどうすればいいのか。どうするん？しゃあないのであかねちゃんが同人誌を入れておきましょう。しょうもなにしてん。やっぱりつけるんか。ポイント。皆さん今回もしばらくお付き合いください。ポイント。これをつけるのが普通になっとるやん。みんな大好き、謎の配管を設置。どのように配管を設置するべきなのか、どうすればこの戦車に合う形にできるのか。謎の配管で突然いきり出すずんこ。やはりいつもと同じでは面白くないということで、これをつけましょう。また高いところから出とるやん。もちろん3つつけます。なんで？詰まると嫌なのでここから放出できるようにします。ちなみに垂れ流しです。だからさらっとパワーワードやめれ。皆さんこれネタでやってるだけですからね。それでは完成した車両を見ていきましょう。重量は150トン。見た目以上に重すぎや。あかねちゃんはどこが重たいのかな？やかましいわ。なぜここまで重いのか、理由は走行です。このように車体正面や砲塔正面の広い部分で200ミリ以上の走行圧になっています。これは重なるわ。
ちなみに人と比較するとこのくらいのサイズです。待て、想像以上にでかすぎやん。手法は41口径14センチ砲。最高速度もあちらのゲームと合わせました。そして制作時間はなんと7時間、いつもの約2倍ですね。めっちゃ時間かかったな。初めて作った自作パーツが多く、手間取ってしまいました。それではお待たせしました。今週の謎の配管のお時間です。皆さんもうしばらくお付き合いください。人の背丈ほどの長さのある巨大タンク。極太の配管を通り、このように流れていきます。そして私とゆかりちゃん、あかねちゃんの前を通過。車体後部に流れ、詰まり防止用のセンサーも通過。その後は3本あるフィルター兼ポンプ兼排出口から放出されます。俗に言う空中散布ですね。毎回空中散布やん。もし詰まった時は、ここの高性能センサーで自動検知するので安心安全です。だから見てるこっちは不安しかないで。ではゆかりちゃんを呼んで試合をしていきましょう。皆さんこんにちは。私は今回も砲手とか色々やるから、ゆかりちゃんは状況報告、あかねちゃんはドライバーね。了解や。それでは戦闘配置。ゆるふばち兵器ちゃんね。それではサクッといきり散らして終わらせましょう。今回は射重が重いので味方戦車はいませんね。あかねちゃん発進。みんな行くで。なるほど、重戦車っぽい感じの速度やな。搭載しているのは48リッター V12 エンジン。重量は約 3.2 トンありますね。最高速度はギア数で制限している感じです。速すぎるのも現実離れするからな。このくらいがええで。ちなみに先ほど紹介しませんでしたが、この配管は左から私、真ん中がゆかりちゃん、そしてあかねちゃん用となっています。やだ、ちょっと恥ずかしい。余計な紹介すんな。では、物好きな敵さんが出てくるまでカット。12時の方向に敵中戦車。あらあら、最初の敵さんは君かな？くらえ、極太14センチ積んだろう。冗談。あれ？くらえ、極太14センチ積んだろう。何してんねん。あいた。これね、やっぱり履帯で弾かれてる気がするな。変な冗談も最近増えてる気するけど。よいしょ。敵戦車の正面走行を貫通、撃破。2時の方向から攻撃されています。そんな白い球いっぱい飛ばしちゃって。鉄鋼弾いい。次はどの子にしようかな。一番手前にいる子をイヤンと撃破。正面走行を貫通、撃破。なんか調子出てきたで。次はこの視聴者さんかな。視聴者さんいじりやめれ。いやー、おいた。敵戦車撃破。また動画見てくださいね。右から敵戦車2両。あらあら、次はこの子ね。側面に積んだろう。ズキュン。激しく長弾。あいた。側面に積んだろう。ズキュン。さすがに今のは抜けてないとおかしい。着弾映像を確認したところ、履帯もしくは車体側面に命中。砲弾は90度向きを変えてお尻から飛んでいきました。やっぱり履帯が強なったのはこれが原因かもしれんな。一種の走行板みたいな感じで、当たった角度が浅くならず長弾判定になるのかな。今のは非貫通。端っこが抜けないはどういうこと？正面下部が有効と考えられます。それでは敵さんの馬谷ズキュン。正面走行を貫通、撃破。やっぱりそこを狙うのがええんか。ポイット。さらに敵戦車撃破。まあ余裕ですね。さっきまで連発で弾かれとったやん。正面に敵戦車。あらあら、どこに行くのかな。あれ、逃げるような行動しとるやん。敵前逃亡はラムアタックの刑ですね。あかねちゃん、全速前進。これあんま速度出んねん。重い。敵さんスーって動いとるね。くるって回って受ける。イカズチよ。敵の砲弾貫通しました。あらやだ、そんなこと。どんなんや。これはもう東北送り決定ですね。これ配電狙いや。くらえ、食べさしの済んだ口。汚水タンク爆発。燃料タンクを貫通、敵戦車撃破。敵の第1波全滅しました。第2波が出てくるまでカット。11時の方向に敵戦車。これはドイツのティーガーワンね。代表的な重戦車やな。くらえ、長距離14センチ積んだろう。正面走行を貫通、撃破。続いて左側に敵戦車。ティーガーの走行は普通に抜けるんやな。正面走行をイヤーンと貫通。イヤーンは余計や。敵戦車の砲弾が誘爆、撃破。随分溜め込んでいたみたいですね。こっちの子はどうかな。砲弾が誘爆、
撃破。もしかしてこっちの子も？よいしょ。誘爆、撃破。火柱出る敵と出ない敵がおるんやな。そういえば抽選者は出なかったね。砲弾をどこに収めたのか、車体なのか砲塔なのかで違うのかもしれません。なるほど、ゆかりちゃん頭いい。敵戦車、残り1両。よし、最後綺麗に終わらせますよ。あかねちゃんそのまま前進。前進。フラエ、超高精度更新感積んだろう。ズキュン。履帯に命中。上段。外しただと。フライ超高精度更新感積んだろう。ズキュン。飛んでいった弾追うのやめる。これね、上段しまくりで完全に癖になってるんだよね。どんな癖や。一時の方向に新手の重戦車。あら、そこにいたのね。先にこっちの顔向いた。敵戦車炎上。よし、次が本当に最後やで。敵戦車11時の方向。先ほどの攻撃で離体損傷。ちょっと離れていますが、よいしょ。はい、やりました。今回もズンちゃんチーム大勝利ですね。ゆるふわ軍事チャンネル。はい、戻ってきました。今回作った架空戦車、古式重戦車どうだったかな？前も言ったけど、やっぱり大きい戦車はええな。重戦車は撃破されにくいし、乗ってても安定感がちゃうで。いただくリクエストも多くは重戦車なのですが、昔ご自身がプレイされていて、そんな愛着があるのかもしれませんね。みんなリクエスト待っとるで。リクエストを多くいただいており、動画にできるのは数週間から1ヶ月程度先になってしまいます。そのような状態ですが、作ってほしい車両があれば、ぜひコメント欄に書き込んでくださいね。概要欄に作れる戦車と作れない戦車の説明があるで。見てみてな。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をいただけると嬉しいです。では、次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。